皆さんこんにちは、さおりです。今回は引き続きかぼちゃの植え付けを行っています。前回の動画ではもうがっつりかぼちゃの植え付けっていう感じで行ったんですけど、今回はちょっと遡って、かぼちゃを植える前、畑作りの動画になります。というのもかぼちゃを植える時はこんな感じでマルチを張っています。去年はですね、135センチの2畳用のマルチを半分にカットして1畳用として使っていました。なのでどうやってカットしたのっていう質問がね結構多かったです。なので割とねそういった感じで自分の、希望の長さにしたいっていう方は多いんじゃないでしょうか。そういったところも踏まえて、今回はマルチ張りをメインとした動画になっています。はい、ということでどうぞご覧ください。なんだか大きな箱が届きました。中身が何なのか開けてみようと思います。おい、おう、じゃーん。おお。ということで何が入っていたかというと、これは全部マルチです。そうかぼちゃに使うマルチを購入しました。こちらが忍者マルチといって株式会社大宮さんっていう大阪に会社があるんですけど、そこからね購入しています。去年までは農協さん経由でマルチを購入していました。なんで今回この忍者マルチに切り替えたかというと、そもそもマルチって長さが、だいたいですね135センチと95センチだったかな。この2種類です。その2種類しか基本的には扱っていなくてなんですけど、忍者マルチはその長さっていうのを調整してくれるということで、今回は80センチで注文してます。まずそういった長さの調整ができるということで、2つ目は色の調整、これも可能です。うちは銀ネズという色なんですけど、その地域に合わせてこの色のマルチがいいっていうのがあると思います。そういったところの調整をしてくれます。さらに言うとそのマルチの薄さ、厚さまで調整してくれます。そんな風にね、自分の要望を叶えてくれるっていうのがすごくいいところ。こんな感じです。80センチの600メートルにしてます。80センチっていうマルチの幅も調整してくれたし、その長さ、こっちのマルチ引く長さも調整してもらってます。で穴なしが、28本プラスお友達の農家さんも一緒にあるので、その分も半分くらい入ってて、この木箱の大きさです。50本くらい、もうちょっと入っていますかね。そんな感じ。ということでマルチが届きました。それじゃあ早速このマルチを畑に敷いてみようと思います。畑にやってきました。まずは今ハウスで育てているポリポット内3ヘクタール分の畑を作っていきます。でさっき紹介したマルチを張るんですけど、その前に畝切りを行っていきます。今回はねこの小麦のプランターを使います。畝切りといっても今回は土を盛り上げる作業ではなくてマルチを張るための土作りです。マルチがかかる部分に肥料を入れて後できれいに張れるよう平らに整えていきます。ちょうど昨日の夜から今日の朝もねちょっと小雨が降ってました。なのでいい感じに畑が湿ってます。こんな感じ。で雨も止んできたので、これから畝を切ってマルチをしてこの水分を閉じ込めるっていう感じでやっていきます。
この機械は本来小麦をまくときに使うもので、肥料を入れる場所が全部で5箇所あります。ただ今回はマルチの幅が80センチと短いので、内側3箇所にだけ肥料を入れています。マルチを張ってしまうと、その下に後から肥料を入れるのが難しくなります。なのでこの段階で必要な栄養をあらかじめ入れておきます。畝切りが進んできたので、鍛冶職人が先にマルチ張りを開始しています。最初はマルチがしっかり固定されるように埋める深さや張り具合を調整してくれています。畝切りが終わったので、私が今マルチ張りを行ってます。もうね、夕方の4時半なんですけど、最悪なことに雨が降ってきました。雨予報じゃなかったと思うんだけどな。最悪です。風も強いし、雨が降ってきて、でもできるだけ今日やりたいという気持ちで頑張っていきます。今畝を切った方から順にマルチを張ってきています。結構残差が多くて土が軽いので、見た目は少し悪いんですが、しっかり固定できるよう多めに土をかけています。ここ端から端までで270メートルです。今回使用する忍者マルチは600メートルで頼んでいるので、だいたい1往復ちょっとで1本なくなるかなっていう感じです。で今回は3ヘクタールに33本マルチを引くので、だいたい15本マルチを使うという感じになります。でマルチはジョンディアにこのマルチャーを取り付けています。こんな感じで1畳マルチ80センチの600メートルです。ここからずらーっとあっちの端まで走ってマルチを張ります。ちょうどね、昨日雨が降った後でマルチを張るタイミングとしては、適してるっちゃ適してるんですけど、寒いし、ちょっと雨が降っていてマルチを張るのきつい。できるだけやっていきましょう。この端っこの土をしっかりかけておかないと、トラクターでね走って引っ張った時にここがスポンって抜けちゃうんですよ。なのでもう本当にがっつりもう叩き込んでかけます。石は外へ。オッケー。そしたら機械を下ろして、よし。はい、これで端っこの土をかけました。あとはトラクターで走るだけです。今年はこうやって最初から長さや仕様を調整してもらったマルチを使っていますが、去年は135センチのマルチを半分に切って1畳用として使っていました。最初の年は2畳用で植えていたんですが、かぼちゃはつるが伸びると隣同士で絡みやすくて、つる直しがかなり大変だったんです。なので1畳用に変えたかったんですが、ちょうどいい規格のマルチがなくて自分たちでカットをしました。丸ノコで切ったんですけど、熱でマルチが溶けてくっついてしまって、後からハサミで切り直したりしながら使っていました。なのでマルチをカットするのにもかなり時間がかかっていました。今回はもうすでに長さを調整していただいていて、切る必要がないのですごくやりやすいです。さらに今までは長さが400メートルのマルチを使っていたんですが、今回は600メートルに調整してもらっています。マルチの交換作業も結構大変なので、少しでも長くなったのはかなり助かります。
もちろん長ければ長いほど交換回数は減るんですが、600メートルでも結構重いので、これ以上になると持ち上げて交換するのも大変そうです。なので、このくらいがちょうどいいのかなと思いました。はい、やっと今20本目が終わりました。残りあと13本なんですけど、もう6時を過ぎてしまったので、今日は一旦ここまでにしようかなと思います。すごい風が強かったり雨が降ったりしてたんですけど、今更落ち着きました。今めちゃくちゃ穏やかな天気です。明日残り13本頑張ろうと思います。おはようございます。マルチ針2日目です。今日は晴天です。ちょっとね風はあるんだけど、これくらいなら頑張れるかなと思います。残り13本頑張ります。一人でマルチを張るのは結構大変だったので、2日目は鍛冶職人と協力してやっていきます。ちなみに今年のかぼちゃの作付け面積は全部で7ヘクタール。全部の畑にマルチを張っていきます。なので全部合わせると使うマルチの長さはなんと約 24km。こうして数字で見るとかなりの量です。この忍者マルチは生分解性のマルチになります。生分解性というのは使い終わった後に時間をかけて自然に分解されていく素材のことです。通常のマルチは収穫後に剥がして回収する必要がありますが、生分解性マルチはその手間がありません。これだけの面積を剥がすのはかなり大変なので、うちでは毎年生分解性のものを使用しています。さらに今回のマルチは幅や長さだけではなく色や厚さまで調整してもらっています。厚さは 0.014mm です。かなり細かい違いに見えるんですが、こういった調整で光の通り方や昼と夜の地温の保たれ方が変わってきます。こういう細かい部分まで相談に乗っていただいて、十勝の気温に合うように考えて作ってもらいました。おはようございます。前回3ヘクタール分マルチを張ったんですけど、今回は畑を移動して、次はね2畳用のマルチ 1.5 ヘクタール分あるんですけど、それをね張っていきます。ここは前にね石取りをした畑です。で、前はジョンディアのトラクターでマルチ張りを行いました。でもそのマルチを張る時に一回ねトラクターから降りて最初マルチを土に埋めるっていう作業があるんですよ。でちょっと乗り降りしづらいなということでキャビンなしのトラクターに切り替えました。なので
今日はこれでやっていきます。で前回は1畳用の80センチのマルチだったんですけど、今回は2畳用135センチということで、マルチャーのね幅もちょっと広くしてます。とりあえずここにマルチをセットします。よいしょ。この135センチのマルチは直販用に購入したものです。なのであらかじめ穴あきで注文しています。今回は種を入れるだけなので、穴の大きさは6センチと少し小さめで、株間は50センチに調整してもらっています。マルチャーにマルチを取り付けました。135の600メートルは変わらないので、結構ね重たいです。で2畳用なのでこんな感じでね2つ穴が開いてます。色とか薄さに関しては80センチと同じです。で前回3ヘクタールマルチを張ったところは風も結構当たりやすい場所だし、うちの畑石も多いので風でねマルチが剥がれてしまってちょっとね後で大変でした。でここの畑はストーンピッカーで石取りを行ってはいるんですけど、結構ねこうやって見てもね点々と細かい石がたくさんあります。なのでなるべくゆっくり土もねがっつりかけるように調整してやっていこうと思います。おはようございます。今日は5月の6日です。ついにねかぼちゃの植え付けが始まりました。結構ね綺麗にマルチを張っていたんですけども、やっぱりうちの畑石が多いのと石風が当たりやすくてすごいマルチが剥がれてしまいました。なので本当にマルチが見えるか見えないかくらいまでもう一度ね土をかけ直して今こういった状態です。最近雨も降ったのでだいぶねもう土も固まってこれ以上マルチが剥がれることはないかなという感じです。成分解でない場合はこのねずらーっとあるマルチをかぼちゃを収穫した後に全部ね回収しなければいけないので結構大変です。こういったねうちみたいにやっぱり風が強かったりとか石が多かったりってするとねマルチもがっつり土をかけないとどうしても飛んでしまうので、そういったね回収の手間を考えるとうちはねこういった成分解の方がいいなと思って使用しています。で今年はトラクター2台で行っています。なので私も移植機に乗って植え付けを頑張ろうと思います。
ということでポリポット苗の植え付けが終わって今ペーパーポット苗の植え付けを行っている最中です。今年は7ヘクタールとかなり面積も増えて大変なんですけど、マルチも長さを調整していただいたおかげで去年よりもかなり楽に張ることができました。もうマルチは全ての畑張り終えたので、あとは残りの苗を植えるだけです。で今回私が使用したこの忍者マルチなんですけど、もう去年からねちょこちょこ相談させていただいたり、実際に十勝にも何度か来ていただいてお話をさせていただいて、このマルチが出来上がりました。穴の大きさやマルチの厚みまでも細かくこうしっかりね、その農家さんの要望に合わせてこう寄り添ってくれる会社なので、ぜひねマルチの長さとかで困ってる方は一度相談してみるのもいいんじゃないかなと思います。で今回このマルチなんですけど、この動画を見てくださった方々のためにクーポンを用意してくださりました。200m のものが1000円オフになるというクーポンなんですけど、そちらね詳しくは概要欄に載せておきますので、ぜひチェックしてみてください。もうちょっとかぼちゃの植え付けは続きますが頑張ろうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。